激闘水産です。お世話になっております。では早速本日カットしていくフィッシュがこちら、田中源元、別名ババアでございます。いけませんね、このコンプラマシマシのご時世、ババアだなんてそんな呼び名。この動画内ではこの田中源元故障をメダンということにいたします。よろしいですね。ではね、本日はこちらのババアを使って唐揚げと汁物の2品を作っていきたいと思います。では早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、ということでこちら田中源元ですね。こちらまずはね、このぬめりがものすごいので、結構このぬめりね取っちゃわないと後々ちょっと臭みにつながるので、まずはこのぬめりをこういった金流しでねゴシゴシとこすって取っていきたいと思います。はい、ではぬめりがきれいに取れましたので、まずはねこちらどうしようかな、頭取っていこうかな。エラなどから外していきたいんですけれども、この人ね結構肉食らしくて、口そんなに大きくは開かないんですけど、ゴリゴリ肉食でいろいろ食べてるらしいですよね。胃袋ね、もしかしたら結構お腹膨らんでるからなんか食べてるかもしれないですね。ちょっともしなんか入ってそうな時は開封していってみましょうか。こちらからね包丁入れちゃって外しのここにエラが入っているので、ちょっと特殊っちゃ特殊な入り方してるのかな。あ、でも骨にしても枝にしてもかなり柔らかいですね。柔らかい付き方をしている。この牛刀でもね簡単にサクッと外れるので、エラは外しちゃってさよならです。はい、ということでね、早速腹を開けてってみましょうか。すごいパンパンなんでね、これやだな、ドバって言ったら、本当はこれ少しちょっとそっち向けてやろうかな。このぐらいで。さあどんな感じで、うおー、ドラドラドラーっと出てくる。うわー、腸もやべえな。この腸開けたくねえな、すげえ匂いしそう。あとね、どうやら肝が美味しいらしいので、鍋はね、汁物はあんこう鍋みたいな感じで、一旦ねこの肝、あ、すげえな、肝かなり大きい肝がこのように入ってます。なのでね、ちょっと肝だけ傷つけないように先にこうやって外しちゃいましょう。はい、じゃあこちらの肝はね鍋に使うので取っときます。で、お腹を開きのでもここ胃袋結構なんか詰まってるっぽいですね。なんか気持ち悪い。何やだ、気持ち悪い。でね、もう胃袋これ開けても多分中身とか原型とどめてないしよ。なんかもうつぶつぶしてるの何なんだろう。マジで気持ち悪い。なんか食ってますね。なんだこれ。なんか長っ。はい、長い変なやつ。白もなんか長い変なやつばっかり食ってますね。深海魚なんでね、こういうやつばっかりなんですよね。この長い変なやつの溶けかけ、この長い変なやつを3本食べてますね。何なんでしょうこの魚。お魚詳しい方おられたらコメントなどで教えてください。こちらはねもちろんさよならでございます。ではね、一旦こちらこの腎臓の部分などもね一旦きれいに水洗いしたいので、まな板きれいにしていっちゃいましょう。はい、ということで血綿もまな板もきれいになりましたということで、まずはね頭を落としていっちゃいましょう。頭はね、本来鍋とかの出汁にしちゃった方がいいんでしょうけど、今回はねちょっと映像的なというか絵面的なインパクトが欲しいので、唐揚げの時にねこの頭をまんま素揚げしてみようかなと思います。ちょっとね絵的なインパクトを優先してしまうところは YouTube なのでご了承いただければというところではありますが、こちらでじゃあ頭は取れましたので、あとはね普通に3枚におろしていけばいいかな。そうですね、普通に3枚におろしていっちゃいましょう。大名でいっちゃおうかな。骨はね、ほんとあんこうとかみたいなあんまり硬くない骨なんでサクッと、てかむしろ中骨をうっかり途中で切っちゃわないように気をつけないとなって感じですね。よいしょ。はい、じゃあこちらで片身取れました。綺麗な身ですね。すごく真っ白な。これ皮引いてフライとかにしても絶対うまいんだろうなと思いますけれども、ちょっと今回はね唐揚げにします。っていうのもね、この皮のプルプル感、ゼラチン質な感じ、それをしっかり味わいたいなっていうことで、皮は引かずにね唐揚げでやっていこうかなと思っております。はい、じゃあこちらでね両身取ることができました。中骨はね出汁とかになるでしょうから一旦シンクに落としちゃいますけど、後々出汁とかで使うと思います。はい、では
まずはね、両方とも腹骨を描いていっちゃいましょう。で、さっきね、シンクの下にね、中骨落としましたけど、考えてみたら中骨ね、鍋に使えばいいんですよね。この腹描いたところと、さっきの中骨とで、鍋に使っていこうじゃないかということでやっていきましょう。はい。じゃあ鍋に使うんでね、この腹のところは半分ぐらいにね、割っておきましょう。じゃあもう片身ですね。こちらも結構ね、長いからこの狭いまな板の上ではやりづらいんですよ、皆さん。すごくやりづらいんです。なんかこの間ね、動画をご覧になってくださってる方に直接お会いして感想を聞く機会などがあったんですけれども、いまいち狭さを感じないというね、感想をいただきました。そのバカなど、こんなに狭いキッチン日本中探してもそうそうないぞと、この環境でやってるっていうことだけが売りというか面白ポイントのはずなのに、あんまり狭さを感じないって、もうそれ激狭水産ほぼ全否定ですからね。というわけで腹骨なども一通りかけましたので、そしたらね、一旦この辺からサクッと切っちゃって、この尻尾のあたりね、この辺をこのぐらいのサイズにして、唐揚げにはこの辺を使っていきましょうか。あとこちらはね、同じようにブツブツ切っていっちゃって、血合い骨が多少気になる部位ではあるので、こっちは鍋に使っていきたいと思います。はい、じゃあこれにてね、一通りカットが完了しましたので、では先に鍋物の準備からしていきましょう。はい、ではお鍋の準備ということで、まずはこちらのフライパンでね、この肝ですね、肝を一旦空入りしていっちゃおうと思います。水分をね飛ばしちゃうことによってコクが出ますんで、本当はねフッ素加工のめっちゃいいフライパンとかだったら油とか絶対いらないんですけど、ちょこっとだけねこの安物のフライパンの場合油を敷きます。はい、で油を敷きましたら、こちらの肝ですね、この肝を少し叩いちゃうというか細かくねしちゃいまして、はい、じゃあこのようにねトントンとして細かくなった肝を、すでにフライパン火入っておりますのでフライパンに投入していきます。はい、ではある程度ね空入りができまして、この肝自体のね油も多少出てきたなっていうタイミングで、ここでねお味噌を投入していきます。量はね大体ですね目分量でございます。こんぐらい入れときゃいいかな。あとは味噌が入りましたら、肝とねしっかりと混ぜ合わせるようにして、さらにもう少しいっていきます。はい、ではこちらね、今味噌と肝がちょうどいい感じに入れて、味噌のいい香りも立ってきましたというこのタイミングでね、まずは料理酒を一回し入れていっちゃいます。続いてね同じタイミングで OK なんで、みりんも同量入れていっちゃいます。じゃあお酒とねみりんを入れたので、ちょっとねアルコール分飛ばすためにもう少し火を入れていきます。はい、じゃあある程度煮切れてきたなというタイミングでお水を投入していきます。もうちょい入れても良さそうですね。はい、じゃあお水が入りましたのでね、あとはこちらを煮立ててスープは完成でございます。では完成したこちらのスープですね、これをこのまま土鍋に移していきます。フライパンごとねザーッとやろうとすると絶対こぼれると思うんで怖いんで、丁寧にお玉で移していきますよ。はい、じゃあ土鍋に移したスープがだいぶ温まってきて、中骨なんかはね先にもう出し取りって感じで先に入れちゃってます。もうある程度もうそろそろ沸きそうっていうタイミングになったら、ここにね田中源下のここは腹のとこですねを入れてっちゃいます。これねもう身も全部入れちゃおうかなと思うんですけど、これ溢れるよな絶対。なんかジェンガやってる気分だわ。でも具だくさんにしたいから、スープはスープとして後々飲めばいいんで、こっちのねマグカップにスープ移しとこう。身を優先でいきましょう。はい、じゃあマグカップいっぱいの肝汁ができました。じゃあここにね残りの身を投入していっちゃいましょう。はい、じゃあ具だくさんの源下汁ということで、こちら蓋を閉めて沸かしていけば完成でございます。はい、ということであとは唐揚げですね。ではこちらの田中源下の身に塩コショウを振ります。はい、では塩コショウを振れましたら片栗粉をまぶします。ではそうしましたら揚げます。揚げます揚げます揚げます。はい、ではこちらのカラッと揚がりました田中源下の唐揚げをこちらのお皿に盛り付けていきます。
はい、ではこれにて田中源家の唐揚げと汁物完成です。さて、本来実食シーンで食レポをするタイミングですが、なんと今回実食シーンの間カメラが回っておりませんでした。びっくりしましたか？一番びっくりしているのは編集中にこの事実に気づいた私自身なんですけれどもね。なぜこの映像が撮れているかというと、本来録画停止ボタンを押したつもりがそもそも開始していなかったので、そのタイミングから絵が撮れ始めてしまっているのです。肝心のお味はというと、唐揚げはさっくりもっちり、特に頭、釜のあたりは最高の食感でした。頬肉のあたりはちょっと繊質で鶏のささみのようでした。汁物はというと、から入りした肝が非常に香ばしく、あんこう鍋のようなコクとそれだけではない魚らしい風味があり、プルプルの身が相まって至極上等な味わいでございました。今までにも取り忘れは何度かありましたが、今回は激セマ水産史上かつてないポンコツぶりを披露してしまいました。今後とも何卒ご視聴いただけますと幸いです。それでは続いて、何も知らず食後の感想を述べる激セマ水産の様子をご覧ください。では本日もごちそうさまでした。では本日はね、田中源家通称ババア、こちらをね、唐揚げと汁物2品でいただいたんですけれども、いや美味しかったですね。特に汁物ババア汁めちゃくちゃうまかったです。やっぱババア汁味わい深かったですね。ババアにしか出せない味ってやっぱありますよね。ということで本日の激セマ水産ここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。